いいものは毎日つける。最近自分のもので大きい買い物しましたから。有沙さんのような仕事したい場合できることはありますか？恥をなくす練習。次の家に行ったらめっちゃ綺麗な家だから。こんにちは、上野有沙です。今日はですね、Q&A を撮っていきたいと思います。今日は事務所のオフィス、控室で撮影していきます。じゃあ30分でタイマースタート。ね、1個目、ケミオくんからなんか来てた。読み上げます、ケミオくん。私って竹野内豊とつながれますか？裏垢知ってたら教えてください。何なの絡みづら。知らねえわ。てか絶対ないから裏垢。嫌じゃない？あったら竹野内豊さんに裏垢。やだー。でもよく行く中華屋さんは知ってるよってキミオくんにも言ったんだけど、見かけたことはあるけど、キミオくんがそんな可愛い絡みをしてくれました。たくさんまださ24時間経ってなくてストーリーが閲覧できる状態なのに大変たくさんいただきました。じゃあ行きますね。今年買いたいものは物欲がないんだけど、ちょっと引っ越しするからさ、来月なので今結構いろんな家具とかを買ってて、特別欲しいものはないんだけどもう買っちゃったからなかなか家具買ったのよ。しかもいいやつを買ったのね。いいので揃えたいなと思って、家を買うまで本気のやつはやめとく。だからソファーとかは大きめの、次の家に行ったらまた大きさ変わるかも系のダイニングだったりソファーとかはそんなに値段が張らないものにしたんだけど、テレビ台 USM デビューもしたし、ハーマンミラーのラウンジチェアを買いまして、イームスデビューして、まずイームスが置ける家なはずなかったじゃん、前の家っていうか今の私の家だから。新しいお家ではなんかイームスに座って息子を上に乗せて遊んだりとか、足伸ばして、そういうシーンが見られますよ皆さん。てかどうなんだろう、なんかさ、引っ越しの時ってめっちゃ自分が片付けられる気持ちになんない？私次の家に行ったらもうすごいからYouTube とかめっちゃ綺麗な家だからって思ってるのね。だけどそうなるはずないじゃん、この私が。背景が綺麗になるはずないじゃんって。どう思う？でもそういう区画を作りたいと思ってる。もうこのくらいの壁の幅でいいから、ここだけ荷物を置かないゾーンみたいなのは作りたいけど、結局リビングとかでどうせ撮影部屋作っても撮影もするけど、そこでもリビングで撮ることが多いだろうから、交互期待。どうなるでしょうか。全然話それたんだけど、有沙さんは若いうちに結婚する方がいいなと思いますか？それとも遅い方がいいと思いますか？いや、それはもうどっちでもいいと思います。なんか人によると思う。その時期で決めるっていうよりは相手で決めた方がいいから、若いうちにそんなに好きじゃないなとか嫌なところを目をつぶって結婚しようってなんか我慢をして誰かと添い遂げる必要は絶対にないし、だったらもちろんさ、なんか今出会ってないだけで将来出会えるかもしれないから、もうちょっと待ってみるでもいいと思うし、子供が欲しいとかなるとさ、やっぱリミットみたいなのがあるから、それを逆算してとかはしなきゃいけないけど、今ほんとね40代とかでも子供を産めるケースが多いし、いろんなさ医学も発達してるし、手が出しやすい価格になってきたりとか、保険が適用されるようになったりとか、アクセスがしやすくなってるの、そういう治療系とかも。だから前よりは晩婚化してるんじゃないかなとは思うんだけど、でも私は結婚に関してもマイルズとはずっと付き合ってたから、早くてもマジ変わんない。もう子供産まない限り変わんないと思う。うちの場合はだし、それは一概には言えないし、相手の家族とかさ、実家の方に引っ越さなきゃいけないとか、いろんなことが結婚したらあるかもしれないから、それは人にはよるけど、もう本当にいつだっていいと思うよ。相手次第だと思う。いい人に出会えたら22歳だろうが40歳だろうが、この人だって思った人と結婚するべきってか、そうあるべきだと思ってます。信じてます。産後友人にお腹はまだ出てるねと言われ、ガルガル期もあり、その友人とは今後も会っていきたいと思えなくなりました。有沙さんならどう思い、どのような行動をしますか？お腹はまだ出てるね。マジ余計なお世話。でも私何とも思わないかも。だよねってなっちゃうかな。ガルガル期はあるだろうし、そのお友達もマジで、てかそもそもこの発言一言しか聞いてないけど、普段から余計なお世話な人なんじゃない？余計な一言言う人じゃないとそんなこと言わないじゃん、普段から。だからこの一言だけで多分決定的に決めたんじゃないと思うよ。今までの出来事もあって、この一言でアウトって多分なったんじゃないかなって勝手にだけど憶測で思うから、別に会いたくない人に会う必要はないし、向こうから聞かれたりするのかな。聞かれたら素直になんか言われたのちょっと傷ついちゃって、ちょっと気になっちゃって、ちょっと今距離欲しいかもとか普通に言えたら楽だよね。だけどそんな私お腹出てるねって言われても別にもう、出てるかどうかってさ目で見て分かるなんていうの、なんか
出てるから。私もそれ言われたら、まあいちいち言うなよって感じです。腕太いねとか言われても、いや分かってるからいちいち言うなしってなるから。お腹に関してってさ、生命を宿してさ10ヶ月育ててさ、そりゃそんなすぐ戻るわけないしさ。でもどっちかというと、お腹はまだ出てるねってことは、それ以外は戻ったねっていう捉え方でもあるじゃん。それってすごくない？普通に考えて。そう一人いたからねっていうスタンスでいいんだけど、やっぱ産後ってホルモンも乱れてるし、そういう一言で傷ついたりとか嫌な気分になってっていうのはあると思うけど、多分その相手方の方に原因が今までもあったんじゃないかなと思うから、一回考えてみるっていうか見つめ直してみて、本当にこの子と今後も仲良くしていきたいのかなとか。産後って特にさ、自分に子供ができるともう守るものができるから、余計な人間関係なんかに時間使ってらんないわけ本当に。なのでもし自分にとって絶対に大切な友達で、これからも大事にしていきたい友達っていうフィルターじゃなくなったんだったら、距離を置くのにはいいタイミングなんじゃないかなとも思います。朝のスキンケア何使っていますか？今はですね、デコルテの導入美容液に紫のやつ、リポソームかなに、サンローランのピュアショットの、化粧水があって、トナー、それがオイルと2層になってるんだけど、それ振って使うんだけど、それがすごくよくって、美容液はアヌアの PDRN のセラム、水色のやつ100って書いてあるやつを使ってて、クリームはファスのブラッククリームを使ってるんだけど、たまにファスだと重すぎる時、それこそアヌアから新しく出た、チューブタイプのクリームがあって、そのクリームのノーマルスキン用のやつを使うか、ダルバのビタシのカプセル入りのやつを使ってます。で日焼け止めは今はスキン1004なんだけど、もうそれがなくなっちゃうので、次何の日焼け止め開けようかなって。20本ぐらいストックあるのに、日焼け止めを。どうか読んで。40歳独身、不安になるけどポジパワーください。ありさちゃん夫婦憧れ。ありがとうございます。40歳全然だってさ、てかなんか思うのは、30歳でもそうなんだけど、30過ぎてから出会ってから結婚までのスピードがめっちゃ速くなると思う。なんか周りとかもやっぱ大体アベレージ半年ぐらい、付き合って半年ぐらいで結婚っていうパターンって20代の時なかなかなかったけど、30代になるとみんな目的が一緒になってくるっていうか、目指してるゴールが一緒だよねってなった瞬間に多分もう5になるから。もっと短い人とかもいるし、プロポーズとかが。だから全然40歳で独身でもトントン拍子に行くこともあるし、出産とかに関しても、まあ子供欲しいのかは分からないんだけど、出産とかに関しても本当にさっきも言ったけどさ、10年前とも全然状況が違うと思うし、その今の医学だったりとかアクセスのしやすさで言ったら20年前と比べても全く違うと思うし、まあ焦るとは思うけど、そこにばっかり目を向けすぎずに楽しく生きてたらいい人が寄ってくるのかなと思うので、ぜひね、そんなにね不安になりすぎないように楽しんでください。8月にマヨルカ島行きます。ここだけは行っとけっていうお店ありますか？レンタカーは借りません。すごいね。てかさ、みんなお金持ちじゃない思わない？今このさ為替でさ、普通にマヨルカ行きますとか、結構私ファンミとかしても、有沙ちゃんが言ってたどこどこ行ってましたみたいな結構言ってくれて、みんな一生懸命さ働いてお金を貯めていくんだよ。それは分かってるんだけど、にしたって高いじゃん普通に。だからすごいと思う。いい思い出ぜひ作ってきてください。私のマヨルカのおすすめは、もうマヨルカは正直列車が乗れるところ、ソレルだったかな、Vlog 見てもらったら分かるんだけど、電車が乗れる海の街に行ける電車は絶対乗ってみてほしい。すごい楽しかったので。あとやっぱりホテルコラゾンかな。私たちが泊まったホテルがホテルコラゾンって言ってソレルにあるんだけど、でもそこはレンタカーがないと厳しいんだけど、ウーバーかな、まあなんか行く方法を調べて、ウーバーだと高いと思うんだけどさ、そこでなんかカフェがあるからランチしたりとか、まあプールは宿泊者しか使えないからレストランの利用しかできないんだけど、レストランとあと T シャツとかが可愛いから、そういうの買ったりとかするだけでもいいと思うんだけど、ホテルコラゾンは本当に素敵で、フロントの人になんか泊まってないんだけどお部屋見たいとか言ったら空いてるお部屋を見せてくれたりするので、本当にインテリアだったり内装とかがめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ、見てきてください。楽しんで気をつけて行ってきてください。次いつ渡韓しますか？有沙さんの渡韓 Vlog 大好きで何回も見てます。ありがとうございます。私も全然韓国さそんなに詳しいタイプじゃない。いつも同じお店ばっかり行くから、韓国の友達、それこそヘリョンとかアンちゃんとかにいろんなところ連れてってもらったりとかするぐらいで、全然自分で新しいとこ見つけられてないんだけど、違う、いた息子連れてったんだ。息子連れてってもうおむつ替えの場所がなくって、後から聞いたらいや意外とあるよって言われたんだけど、そうご飯食べに行ったみたいな感じになっちゃって、まあ、楽しかったんだけど、だから渡韓だったら友達とサクッと行きたいなって感じたので、近々行けたらなと思って、なんか仕事が入るかもみたいな話もちょこちょこあったんだけど、意外と結構2回ぐらい流れてて、なんでまた近々行けたらいいなと思ってます。可愛い質問の仕方。さあ今日一日何もないフリーです。
さあアリサちゃん、誰と一人で何をする？可愛い質問ですね。選べんの？何もないフリーでしょ。息子がいないとしたらとりあえずもう家は出ない、もうずっとダラダラする。ソファーとかでも寝たり、なんか携帯ダラダラいじったり、ネットフリックス見たり、とにかくダラダラしますね。人になんて会いませんって感じかな。ダラダラしたい。ハマってるサブスクはありますか？で映画のマークなんだけど、どういうことだ？ネットフリックスとかってこと？サブスクだけで言ったらその作り置きをサブスクできるやつはもうめっちゃいいです。あとストリーミング系は私全部サブスクしてんの。ネットフリックス、アマプラ、UNEXT、Hulu 全部サブスクしてて、なんだけどもう見る時間ないからマジで何も見てなくて、ただドライヤーで髪を乾かす時だけ本当に頭を使わないものを見て流してんのね。テレビじゃなくて字幕で見ながらこう乾かすから。で今はカラバサスコンフィデンシャルだっけな、カラバサスってカーダシアンとかが住んでる地域、地元の大学卒業したぐらいの子たちが高校の同級生たちと集まってなんかああでもないこうでもないっていうリアリティショーを繰り広げるんだけど、それが本当になんかぼーっと何も考えずに見れるのでカラバサスを最近は見てます。ネットフリックスで見れます。なるほどね。アリサちゃんの超ポジティブマインドって何が原点ですか？あんまりこれ考えたことないけど絶対理由があると思ってて、生まれながらにポジティブじゃないと思うんだよね。わかんない、それすらも考えたことないけど、私のポジティブって多分どっかで諦めが入ってると思うの。どう思う？そんないやなんか全てに諦めてんのかなって思うっていうのは最近感じるかな。あと自分のことが大好きだけど自分を人はそんなに気にしてないって思ってる。なんか人の人生に自分がそんなに入り込めないって考えてるから、だからあんま気にしなくて済んでてポジティブでいられるのかなとか思うけど、こうなったらどうしようとかももちろん考えるけど、一瞬考えるだけでどうにかなるかみたいな。でもそのどうにかなるかでどうにかなってきたりとか、何か失敗と呼ばれるような出来事があってもそれのおかげで今のハッピーがあるっていう風な理由に全部がつながってるっていう考え方だから、そういう経験を積んでその大丈夫だったじゃんの積み重ねでどんどん自信につながってると思うから、だから大丈夫じゃないシチュエーションから結果どうにかなった、その繰り返しであの時悩んでたこととかも今こうじゃんっていうのの積み重ねだから、時間はかかったと思うけどねと思います。なので原点、だからちょっとした諦めみたいなのはあるのかもしれない。期待しすぎないみたいな。アリサさんの人間ドックの動画がきっかけで病気見つかりました。マジでありがとう。よかった。いやよくないんだけど見つかってよかった。もうとにかく早く発見することが大事だと思うから、私も治療とかじゃなくて私は持ってるだけで発症はしてないから経過観察なんだけど、だから半年に1回はその特定の検査を受けなきゃいけなかったりとか病院に行かなきゃいけないんだけどね、お互い頑張りましょう。なんか重い病気じゃなくってすぐ手を打てるようなものだといいなと思います。頑張りましょう。アリサさん大好きで憧れでいつも応援してます。ありがとうございます。私も旅行やファッションが大好きでアリサさんみたいなお仕事にすごい憧れがあるんですが、何から始めていいかとか全然わからなくて、今年23になりますが、今からでもアリサさんのような仕事したい場合できることはありますか？23歳は何でもできると思うので、てか逆になんか23じゃなくても40歳でもこの仕事って用意どんで始められるんだよね。なんかっていうのがすごい夢があるなっていうか楽しいなって思うことで、ソーシャルメディアってことだよね。23歳だったらもうとにかく発信すること。これ昔も相談があったの。なんかこういうのコンテンツを始めてるんだけど、やっぱり結局今までの友達だったり会社の人たちにどう見られてるか気になるって。わかるよ、気になるけどそれやんないとずっとボソボソボソって喋ったり、恥ずかしさって相手にも伝わるから、恥ずかしがって撮ってるじゃあ TikTok とかを見て面白いって思わないと思うの。ここに向かってこうやってやってくれないとこっちも受け取る側も受け取れないと思うから、恥を捨てるっていう練習はした方がいいかも。なんかそこバグってる人って結構いるじゃん。そのマジ恥ずかしくなくてバグってる人に多くない？ YouTubeとかやってる人って全然悪口みたいになっちゃってるんだけど、私もでしょ。だけど私も最初の昔のさ動画なんて「はい今どこどこに着きました」みたいな、もう本当に声もちっちゃいし、別に声の大きさなんて昔から変わらないのに、動画ってなるとどういうテンションで話せばいいかとかわからない
しむずいわけけど、もうそんなの一回殻を破らないと、ちゃんと話せるようにやらないと、いざこう出来上がったものを見た時になんて言ってんのみたいな、何このテンションの低いなんか何も得られない動画みたいな感じで自分の気持ちになるから、なんかそこは対人とこう話してる感じでやるようにしたりとか、恥をなくす練習、人の邪魔とか迷惑をかけないように人前で動画とか撮ったりコンテンツを撮る練習は若いうちからした方がいいかなと思います。頑張ってください。つら。旦那との喧嘩、言いたいことがたくさんあるのに旦那を目の前にすると喋れなくなり泣いてしまいます。旦那に怒ってるって聞いたら怒ってないっていうくせにそっけない。そういう時どうしますか？泣いちゃうの？マイルズに怒ってるって確かに聞く時あるな。じゃあいや別に。じゃあなんで別にって言うの？私はそこでまた突っかかっちゃうけど、たまにマイルズも不機嫌ってか私が理由ね、全部なんか私の発言嫌だったんだろうなみたいなのあるけど、なんか嫌だったらごめんねみたいな、すぐ謝って普通にする。私でも怒ってるなんて聞かれたことないな、あからさまに怒ってるからそういう時どうするんだろう。私だったらなんか私の発言が嫌だったのごめんねって、も何か分かんないけど先に謝ってみるとか、けどなんで分かんないんだよってなっちゃうのかな。むず。でもとりあえずなんか嫌だったって聞くしかないよね。なんか怒ってるように感じるんだけど本当に怒ってないとかしつこく聞いてだるがられて笑いに持ってくとか、そういう関係でもないのかな。それぞれ夫婦間の関係も全然違うと思うから一概には言えないんだけど、私だったらそんな感じかなって思います。冷板メタどうですか？めっちゃいいです。めっちゃいい。もうだってさ、常にかけてるってことはないんだけど、撮りたい時とか息子が家にいる時かけて、もう今って思った時スッて携帯を出してとかこうやってやんなくていいから、もう本当にスーって押してなんか目線で撮れるのとか、だから抱っこしてる時とか、あともしまだ授乳期間の方いたら授乳中とかこうやって撮るのって、この目線ってさこうやってやんなきゃいけなかったじゃん。けどこの目線でおっぱいあげながら子供撮れるの最高だなと思って、普通にだから私周りの友達とかなんか新生児できたら冷板メタ貸してあげたいってぐらい、もう本当にいいと思います。黒のサンダルどこのですか？どのサンダルかわかんないけど大体ザラかな多分最近履いてる黒のサンダルって多分 B さんのやつだよね。ヒール付き B さんだったらザラです。最近自分のもので大きい買い物しましたか？聞いてくれましたね、ありがとうございます。しました。だからハーマンミラーのイームズと USM のローチェストと、あとバッグ紹介で紹介したシャネルのバッグと、結構買ってます私。あと初めてのハリー・ウィンストン買いました。しかもまだみんなに見せてないし、私も開けてないんです。これはいつ開けようかなと思って、なんか特別な時にワーオってやりたいと思ってハリー・ウィンストンのネックレスを買ったの。超可愛いんだよ。すっごい金持ちみたいな最近買ったもの紹介になっちゃったけど、あとマイルズのお誕生日を 5,6 年あげてなかったのね。で 5,6 年分プラス、父の日のギフトとしてマイルズになんと私、カルティエの時計をプレゼントしました。私すら持ってないのよって。持ってるかも、1本持ってるんだけど、私も欲しいの1個あるんだけど、それを我慢してマイルズにプレゼントをして、マイルズはなんかもったいなくて開けられないみたいな感じなんだけど、いやいや毎日つけたら金額割る365になって安くなってくんだよって話だから、このカメラと一緒。このカメラ今めっちゃ高くなっちゃってるから10万円ぐらいで買ったのね。一番いい10万円の使い方してるわけ。このカメラとか毎日使うから、しかも写真と動画で。それと同じで、使えば使うだけそのものが安くなっていくじゃん。ガールマス、そういう計算方式があるんですけど、女の子の中で。なのでいいものは毎日つけろっていう感じなんだけど、マイルドつけてなくて、そんな感じかな。だからロレックスとかさ、そういうのやエルメスロレックスとかじゃないじゃん。だけどロレックスの1個デイトジャストの星のダイヤのやつ昔から欲しいのね。でヴィンテージで買おうかなって思ってたんだけど、普通に店にあって、もちろん売ってくんないよ。ですいません欲しいんですけどみたいな、ちょっとバカなふりして、バカなんだけど言って、もちろん売ってくれなくって、なんかそのやり取りにすごい疲れちゃって、店に通わなきゃいけないんだよね多分。私もよくわかんないから、なんかすごい素人の話だし、そういうエルメス界隈とかロレックス界隈っていろんな人が湧いてくるから、あんまり発言したくないんだけど、なんかたまに聞くじゃん、いきなりフリーで買えたとか。日本じゃないのかな、そういうチャンスとかあるかなとか思ってダメで、それで、マイルズに、カルティエの時計を買った。引っ越しも重なってるからさ、すごいたくさんお買い物をしました最近は。逆に細かいものは全然家のものとかしか買ってないっていう感じかな。なのでいつか皆さんにもね、ハリーのネックレスをお見せしたいと思います。じゃああと1分40秒なので、あと2問にします。1個目はすぐ答えられる。スクイーズ好きですか？
スクイーズってあれだよね、ムニムニするやつ。全く興味ないですなんか友達の子供、バビの子供たちと竹下通りにこの間行ったらスクイシースクイシーとか言ってすごい買ってて、触ってみて触ってみてみたいな感じで触ってたけど、感じだった。しかも匂いとかついてんだね最近の。はい、じゃあ最後いきまーす。なるほどね。旅行に行く時ご主人にどういう伝え方で子供の面倒をお願いしますか？そんなに食い下がる必要はないと思いつつ、やはりお願いする立場なので言い方大事だなと気になります。私はプライベートの旅行はまだその1泊の温泉とかしか行ってなくって、全部お仕事絡みなので、出張だからごめんねお願いねぐらいの感じだけど、8月にさ初めてさ産後初プライベートで遊びに行くのね。1週間ぐらいしかも。だから本当にマイルスありがとうみたいな感じだけど、普通になんかね、8月何日から何日さ誰々とさヨーロッパ行ってきていいみたいな、いいよみたいな感じなんで、ありがとうみたいな感じから、別にもちろん食い下がるとかっていうよりはでも行く前とかはめっちゃなるべく私ができることは全部終わらせていくし、いない間の負担を最小限にしようみたいな、もちろん努力はするけど、そんな食い下がる必要ないっていうのはそれはそうだけど、お互い様じゃんって。旦那さんがもし旅行に行くタイプなんだったらもうお互い様じゃんって感じだけど、うちは別にマイルズは出張は多いけどプライベートで旅行に行ったりはしないから、完全にそれは私がごめんねって感じだけど、マイルズもむしろなんかそれを我慢されるぐらいなんだったら行ってきてほしいっていう人すごい優しいよね。ただなんかご飯だけはなんかどれあげるかとか教えてねみたいな、そういう感じだから、もう言葉に甘えて、でマイルズもさらっと全然ワンオペできちゃう人なので、そこに感謝して言ってます私は。そんな感じで今回も30分間質問にお答えしました。皆さん質問たくさん送ってくださってありがとうございます。今日はあやはちゃんメイクなので可愛い美女でお届けしました。後ろも散らかってません。たくましい背中だけが見えます。はい、ということで来月もぜひ質問どしどしお待ちしております。インスタの方で募集するので、ぜひ送ってください。では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。